皆さんこんにちは、チョルニです。今回はですね、勉強の話ではないんですけど、日本から韓国に来て、映画、アニメのキャラクターの名前とかタイトルとかがちょっと変わるものがあるんじゃないですか。その中で僕が好きな寒くなると食べたくなるこのホッパン。このホッパンもそうなんですけど、アニメで有名なアンパンマンが韓国ではホッパンメンです。最初僕も何にも考えずにアンパンマンはホッパンメンだって思ったんですけど、それが全然違いました。日本人の友達が僕にアンパンマンは韓国でホッパンメンだからアンパン食べたくなった時ホッパン주세요って言ったらいいのって聞いた時に、なるほど、これ全然違うってなって説明してあげた時がありますけど、アンパンは韓国ではこの茶色なタンパッパンです。호빵 주세요. はい。예예예. 호빵 주세요. アンパンは韓国ではタンパッパンです。この白いパンがホッパンです。考えてみればアンパンは思い切り茶色ですね。こんなミスは別にしないと思うんですけど、遊びとして僕もちょっと、勉強じゃなくて戯れたくてこの寸劇をしてみたので、皆さんも日常生活でこういう韓国と日本の違いものとか、タイトルとかそういうのを、発見したらそれもそれなりに結構面白いので、ぜひ探してみてください。今日紹介したアンパンマン以外にもポケモンとかドラえもんとかちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃんなどのキャラクターの名前とかそういうのが韓国式で変わった時のその意味は何かっていうのを調べてみれば結構面白いと思います。それで今日はいろんなアニメの中のキャラクターの名前が韓国語で変わった時にその意味は何かっていうのをちょっと解説したいと思います。多分この意味を理解できる方なら結構韓国語を上達した方だと思います。まずポケモンから始めてみましょう。ポケモンで一番有名なキャラはやっぱりピカチュウですね。ピカチュウはピカチュウです。サトシはハンジウって名前なんですけど、これは多分このポケモンストが韓国に来た時のハンジウって名前が、結構おしゃれっぽいな名前だから、普通につけた意味だと思います。カスミもチェイスルって名前なんですけど、イスルっていうの意味は長老、白つゆ、時点的にはこういう意味なんですけど、とりあえず綺麗な名前だからつけたもんだと思います。それでこのたけしの名前は海なんですけど、この海っていうのがですね、結構面白いのが、海っていうのは韓国では熊です。熊だからちょっと頼もしい感があるからたけしのキャラにちゃんと当てはまる感じだから多分海になったと思います。ミヤスの場合はナオ、武蔵と幸次郎はなぜかローサ、ローイなんですけど、これは多分意味あんまないと思います。ゼニカメはゴブギなんですけど、カメは韓国語ではゴブギなんです。それゴブギを可愛く発音をちょっと可愛くしたのがゴブギなんです。人影はパイリなんですけど、パイリって多分ファイヤーっていう英語でこうやってコングリッシュみたいな感じで作ったと思います。不思議だね。これはそのままイサンヘッシなんです。このイサンヘッシを翻訳してみると不思議だねって出ると思います。カビコンはジャンマンボ。このジャンマンボっていう意味はずっと練ってずっと食べたり
普通に寝ている人にちゃんまんぼ、ちゃんぽやちゃんぽやっていう韓国語でそういう風にからかったりする言葉がありますけど、あそこから来た可愛くしたキャラの名前だと思います。はい、次、ドラえもん。ドラえもんはドラえもんです。のび太はのじんぐ。多分これですね、そこまで意味はないと思いますよ。でものじんぐって名前がちょっとダサい感が、こののび太っていう名前にニュアンス的に、イメージ的に似てる名前をつけようとしたから、普通にのじんぐになったと思います。静香はさっきポケモンスターでかすみと同じみたいに新イースルなんですけど、多分この時の新イースルは静香ちゃんの名前がちょっと静かにみたいな感じが、このイースルっていうの長老と似てるからつけたと思います。スネ夫の名前の場合はちょっと面白いんですけど、スネ夫って言ったらスネルっていう意味がパッてきますね。それでスネ夫の韓国版の名前はワンビーシルです。ビーシルっていう意味はちょっと貧弱な意味があるので、ちょっと体弱かったり力弱い人はよくすねるイメージがあるんじゃないですか。偏見かもしれないんですけど、とりあえずそういう意味があるからワンビーシルってなると思います。ジャイアンの場合はマントゥントゥン。この韓国語ではトゥントゥンっていうのはちょっとぽっちゃりしたり、結構体に肉がある人にトントンアダって言いますけど、そのトントンをトゥントゥンみたいな感じで名前をつけたと思います。ジャイコの場合もマントゥンスンですけど、トゥンが入るんですね。それでスンっていうのは女の子によくつける名前の、文字ですから、普通にマントゥンスンになったと思います。出来すぎくんの場合はバク・ヨンミンっていう名前がありますけど、アニメの中ではドルトリっていうあだ名があります。このドルトリっていうのは普通に頭が賢い子供たちによく使う韓国語の表現なんです。それでたまこさんの名前はオーチンスなんですけど、名前はともかくのび太とたまこさんの名字が違うんじゃないですか。韓国はお父さんとお母さんが結婚しても名字が変わりません。ですからたまこさんはオージンスです。のび太はノージングです。名字が違いますね。次はクレヨンしんちゃん。しんのすけの名前はしんちゃんぐです。ミサイの名前はボンミソン。ヒロシの名前はシンヒョンマン。ひまわりの名前はしんちゃんあ。見てる通りここでもミサエさんだけ名字が違いますね。シロの名前はヒンドゥミ、トール、チョルス、マサオ、フーニ、ボーちゃん、メング、ネネちゃん、ユーリ。子供たちの名前は普通なんですけど、ボーちゃんの名前だけちょっとメングっていうのは昔韓国の笑い番組でメングっていうちょっとアホっぽいなキャラがあったんですね。それでなんか鼻水出たり坊主頭だったり、そうするとちょっとアホっぽく見えるから、多分メングの名前をつけたと思います。ちびまる子ちゃんは調べてみたらほとんど名前が日本版と同じだったので、まる子ちゃん、たまちゃん、さくら、花川くん、桜咲子、野口氏、野口さん、ひろしみたいになったんですね。そして今日紹介したアンパンマン、ほぼ同じだったんですけど、ちょいちょい面白いところがあります。アンパンマンはホッパン麺、食パンマンは食パン麺、カレパンマンはカレパン麺、メロンパンナはメロンパンソーニャ。ソーニャっていうのは少女なんですね。チーズはチーズ、ジャムおじさんはジェムアジャシ、バタコさんはバタヌナ、
バイキンマンはセギュンメン、ドキンちゃんはチャラギ。このチャラギっていう意味は子供たちが本当に赤ちゃんぐらいの子供が手になんかチャラチャラチャラしながら遊ぶなんかおもちゃみたいなことがあるんじゃないですか。それをモチーフで取った名前だと思います。いろんな名前がある中でやっぱり韓国と日本の違いとかさっき言った結婚しても奥さんと旦那さんの名字は同じにならないとか、子供たちはお父さんの名字をついていきます。そういう日本と韓国語のちょっとだけ違いがありましたね。別に、今日説明したことで重要なことは一個もないんですけど、僕が遊びたくて作ったもんなので、皆さんもこういうのでちょっと遊んだりしたら多分韓国語上達にちょっとでも、少しでも役に立つと思います。それではもっと楽しい動画に作ってみようって思ったんですけど、やっぱりねちょっと表現力が足りないせいでなんか面白くならなかったんですね。次はもっと面白いことが思いついたら、一回撮ってみますので、皆さんも勉強ゆるく頑張ってくださいね。それでは다음에 다시 만나요。 안녕。